皆さんこんにちは、テプトです。今回は序盤の構成から後半の構成に組み替えるときに意識すべきことをお話ししようと思います。この動画では特定の構成の序盤はこうで後半はこうみたいなそういう話は一切しません。この動画で話すことはお金をリロールに使った方がいいのか、それともレベルに使った方がいいのか、それを自分で判断できるようになるための基準です。きちんと理解すれば序盤勝てたのに組み替えがうまくいかず後半負けてしまうということがなくなると思いますし、中盤戦の組み替えだけではなく序盤戦や後半戦のうまさにも影響するめちゃくちゃ重要なことなので、ぜひ最後までご覧ください。まず前提としてユニットの大体の強さの目安としてスターレベルが上がるとコストが2個上がるのと同じくらいの強さがあるって覚えてください。これは TFT の開発も言ってる公式な見解で、1コスの星2は3コスの星1、1コスの星3は5コスの星1と同じくらいの強さになるように設計されてます。他のコストも同様でコスト的には存在しませんが、4コスの星2は6コスの星1と同じくらいになるように設計されているわけです。私はこのコストとスターレベルの強さの合計をユニットポイントと呼んでます。ただこのポイント計算だと私の感覚と少しずれていて、私はここに範囲 CC を持っていれば1ポイント、星2以上なら 0.5 ポイントを加算しています。なので例えば1コスの星2は 3.5 ポイントとなり、3コスの星1の3ポイントよりほんの少し強いと評価していますし、4コスの星2で範囲 CC を持っている場合は 7.5 ポイントになって5コスの星2と同等の強さがあるという風に評価しています。まあ細かいことはともかく、このユニットポイントというものがあることを頭に入れてください。そしたら本題です。組み替えをうまくやる方法、それはリロールの価値が高い時にリロールをするです。リロールの価値が高いっていうのをもう少し分かりやすく言うと、リロールをした時にボードが強くなりやすいといった感じです。ここでさっき言ったユニットポイントを使ってボードがどれくらい強くなるか考えるわけですね。例えば1コスの星2を使っている場合、4コスの星1に変えるだけでボードが 0.5 ポイント強くなります。1コスの星2を2コスや3コスの星2に変える場合も同じくポイントが増えるのでボードが強くなります。さらにそんなユニットが2体、3体と複数いたらどうでしょう。1回リロールした時のボードが強くなる確率は2倍、3倍と跳ね上がり、ますますリロールの価値が高まります。こんな感じにリロールをすることでボードのポイントが増やしやすい場合、リロールの価値が高まるというわけです。ただリロールをするときに気をつけなければいけないことがあります。それはレベルによってユニットの排出率が違うということです。こちらがレベルごとのユニットの排出率です。それじゃあ例えば4コスのユニットが欲しかったとしましょう。レベル6だと4コスが出現する確率は 5% なので、狙ったユニットを引くのにかかるリロール回数はおおよそ48回、つまり96ゴールドとなります。ですがレベル7ですと4コスが出現する確率は 15% なので、狙ったユニットを引くのにかかるリロール回数はおおよそ16回、つまり32ゴールドとなります。レベルを6から7に上げるのに必要な経験値は40、つまり40ゴールド払ってレベル7に上げてからリロールして1体引いたとしても24ゴールドも残るので、4コスを引く観点から見るとレベル7に上げてからリロールをした方が圧倒的にお得ということになります。さらに毎ターン自動的にリロールされるので、それを考慮するとさらにお得になります。こういった場合はリロールよりレベルの価値が高まるということを覚えておきましょう。逆にレベルを上げずにリロールした方がいい場合もあります。それはレベルを上げるのにお金がかかりすぎる場合です。今度はレベル6と7ではなくレベル7と8でリロールとレベルの価値について考えてみましょう。レベル7よりレベル8の方が4コスの排出率が高いので、レベルを上げてからリロールをした方がいいことになります。レベル8で4コスが出現する確率は 25% なので、狙ったユニットを引くのにかかるリロール回数はおおよそ10回、つまり20ゴールドとなります。ですがレベルを7から8に上げるのに必要な経験値は60、狙った4コスを1体引くために必要なゴールドはレベルを8に上げてからのリロールですと80ゴールド必要になるということになります。
ですがレベル7のままリロールすれば1体引くために必要なゴールドは32ゴールドで済みます。80ゴールドを全てリロールに費やした場合、2体引いても移りが来るでしょうし、運が良ければ3体引き切ることも可能かもしれません。というかそもそも80ゴールド用意することが困難でしょう。こういった場合はレベルよりリロールの価値が高まるわけですね。ここまで言ったことをまとめると、組み替えられるユニットが多い場合やレベルを上げるのにお金がかかりすぎる場合はリロールの価値が高まる。組み替えられるユニットが少ない場合や狙っているユニットのコストによってはレベルの価値が高まるという感じです。これを意識してリロールをするかレベルを上げるかを選択していくわけですね。さてここまでリロールとレベルの価値について話しましたが、実はもう一つ意識しなければならない要素があります。それはパワースパイクです。パワースパイクとはその構成が強くなるタイミングのことを指します。よくあるのが1コスの星2が4コスの星1に切り替わるタイミングです。他にも3コスの星2が星3になるタイミングだったり、4コスの星1が星2になるタイミングだったり、ボードの強さがぐっと上がるタイミングのことをパワースパイクと言います。じゃあ具体的にパワースパイクのどんなところを意識したらいいのかというと、パワースパイクそのものを意識するのではなく、他のプレイヤーとの差を意識する必要があります。これは極端な例ですが、例えば2コスの星2が作れたとします。しかし他のプレイヤーが4コスの星2を作っていたら2コスの星2では太刀打ちできないですよね。なのでパワースパイクは他のプレイヤーに遅れを取らないように作る必要があります。ではどこでどれだけの差をつければいいのかというと、総獲得ゴールドの関係で各ステージごとにこういうユニットが現れてきます。ステージ4だと4コスの星1が、ステージ5だと4コスの星2が出てき始めるって感じですね。なのでせめてこのラインまでは強く、なんならこれ以上強くすることが目安になってきます。例えば3コスをキャリーとする構成を使う場合で想像してみましょう。ステージ5以降は4コスの星2が出始めるので、3コスの星2では勝てなくなってしまいます。となるとステージ5以降で勝つためには星3にした方がいいということになりますが、3コスを9体集めるには約70回のリロール、おおよそ150ゴールド必要です。トータルで用意すればいいとはいえ、そんな大金をステージ5の時点で用意するのは無理があります。なら他に考えられるパターンとしては、ステージ4で勝ってヘルスを残し、そのヘルスを使ってステージ5を耐えるというパターンです。ステージ4ではまだ4コスは星1の段階なので、3コスの星2でも十分勝てるでしょう。つまり3コス構成で勝つにはステージ4で利子を捨ててでもリロールをした方がいいという逆算ができるようになります。今のは3コス構成で説明しましたが、他のコストでも同様に他のプレイヤーと同等、もしくはそれより早くパワースパイクを作る必要があります。これがパワースパイクを意識するということです。今聞いていて気づいた方は気づいたかもしれませんが、パワースパイクとはつまりベンチやボードの状況ではなく、卓の状況に合わせてレベルとリロールの価値を高める要素です。このパワースパイクをしっかり意識して、ボードの強いタイミングと弱いタイミングをコントロールし、勝利をつかみ取っていくわけですね。以上で解説を終わります。お疲れ様でした。最後に今回話したことをまとめると、ユニットの強さはポイントに置き換えて考えられる。ポイントが上げやすい局面ではリロールやレベルの価値が高まる。パワースパイクを作るべき局面でもリロールやレベルの価値が高まるといった感じですね。この3つを忘れないようにすることで順位が1つ上がると思うので、意識してプレイしてみてくださいね。もしこの動画が役に立ったと感じたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。あと概要欄に Twitter のリンクを貼っておきますので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。